うわめっちゃ狭いよ。俺合ってるよねこれ。まだまだ雪残っとるわ。うわ滑った。なんで凍結しとる。ちょ待って。いや悪いことしちゃったな。あれは何。あ、燃えてきた。これそこ入ってくの。これか。あ、この先は工事。うわおよそ600メートル先右方向です。これを行きゃいいんだよね。おお結構ってかもういきなり国道になりやしたね。うわめっちゃ狭いよ。いや俺合ってるよねこれ。うわ狭っ。ガードレールあるだけありがたいと思うんだけどね。迂回するにしたって狭くないですかこれ。分かりづらいんですけど。およそ600メートル先斜め右方向です。狭い。斜め右方向です。38km 道ですすげえ。ガードレールないのは怖いよちょっと。落ちたら一貫の終わりんじゃん。まあ木があるから大丈夫か。いやそういう問題じゃないでしょ。ちょこっと雪が残ってるね。狭い。まあでもやっぱり狭いな。これはハイエースはいけるけどでけえトラックは無理だな。やっぱ雪すごいよ。あれれ標高だいぶ上がってんのかな。まだまだ雪残っとるわ。うわ滑った。うわこのいや怖えなこれ。ガードレールねえしさ、滑ってそのまま吸ってんといかねえよな。国道とか県道ね、凍結とか雪はちょっと怖いよね。滑る。おお滑る。やべ。なにわいやースタッドレスのままでよかったけどね。わおすごいなこれ。下り怖えな。帰りどうする。これは通るか。
ざいますよ。あったけえじゃねえの普段。長野県の最南端って言ってんじゃねえのこの辺りは。それなのにこんなに雪がある。あ、凍結注意ですよ。うわ、マジか。普通に雪道になっとるやん。ちょ待って、これ絶対帰り滑るぜ。うわおお、滑ったおおあそこでブレーキ絶対踏めないな、下り。まだ登ってるな。峠のてっぺんはどこだ。あ、この辺じゃね。国取峠、国取公園っていうのがここじゃないのか。じゃあほら、これで、あ、県境来やしたね。あ、静岡県浜松市に入りました。いや、こっから下りか。やべえ、怖え。凍結下り峠道、やばいのが揃っちゃってるじゃん。低温ちょい。もしかして静岡側は走りやすいってことで。狭っ。あ、でもくねくねはしてないね。長野県側だけか、あんなくねくねしてんの。あ、でもすれ違いできないと困るから、あ、こうやって少しこう逃げ場はあるね。うわ、落石すごいね。今崩れてたわ。うわあ、石が折ってる。怖っ。道路の真ん中はやめてくれ。雪の塊かと思って近づいたら石だった。なんか狭くなってきたね、また。それでいてちょっと荒れてる。あ、でも舗装自体はね、長野県側も静岡県側もそこそこ綺麗だ。本来国道152号が通れればこの道を通る必要ないけどね、今はまだ通れないから、この道を迂回路として通るしかないから一応整備してあるんだ。今作ってるトンネルが開通すればここもあんまり交通量は多くなくなるでしょうね。ほら、石あった。ああいうの乗るとパンクするかもしれないからな。結構とんがってるな。この時間で対向車かい。やっぱ迂回路だから使う人いるんだな。軽自動車でもすれ違うにはああやって対比場がないときついな。あ、そういえばいつの間にか電波ねえや。こりゃここで事故ったらやべえわ。お、道がでかくなったってことは国道区間終わりかな。ああ、そうか、この先佐久間ダムがあるのか。うわ、めっちゃいいトンネル。しかも明るい。さあ、あとは車中泊する場所に行くだけだな。って言っても小1時間、いや小1時間どころじゃないんだ。1時間半ぐらいかかるか。まあ、しょうがないか。他に車中泊するできそうな場所がないもん。駐車場でトイレがあるような場所があればいいんですけどね。道の駅まで行くしかないって感じです。ああ、ここを戻ると有名な奥久世峠だけど通行ができないようになって封鎖されてるね。あ、そんなことないか。奥久世峠行くこと自体はできんのかな。いや、また狭くなってきたぞ。お、なんだこれ。どうなってんのこれ。ああ、道を広げてんのかなこれ。
てる。あれ何、石垣かなんかが崩れてんのか。飛んだ迂回路だ。うわ、車来た。いや、すげえ迂回路っすな本当に。静岡県道285号。あ、マジで車来てるじゃん。どうしよう。どうやって行くだそれ。無理か。行けるかねこれ。それはいけるかな。いや、悪いことしちゃったな。入れるか。そこに入れれば。よし、いけるかこれで。いけるか。すげえ迂回路だよ。つかどこまで続いてんだこれ。あー、やっと終わったぜ。左方向です。完全通行止めなんだ。あれは何。めっちゃ遅いね。大丈夫それ。ノッソノッソしてるけど大丈夫。めっちゃゆっくりだよ。大丈夫。あ、足怪我してんだこの子。車にひかれたんだ。大丈夫かおい。バイバイ。続いて左方向です。左方着いた着いた。エリンギ。おららら、次にトントロ。よいしょ。具だくさんだな。よし。だしパックを破って入れ、だしパックを2個。お醤油。砂糖1つ。一煮立ちさせようかね。これでよいしょ。沸いてるね。よし。よいしょ。たったんだ。ダメですよ。さあ、燃えてきたからいいでしょう。さて、したらいただきます。七味がなきゃじゃないですが、いやうまそう。まずお汁からいただくか。
あ、いい。砂糖入れてよかったわ。豚トロと一緒にうどんをすすりますか。うめえ。食感いいよこれ、エリンギさん。そしてこの豚トロマジうめえ。じゃんじゃん食うじゃん。今日のお酒はほろ酔いのレモンみかん。熱いものと冷たいものちょうどいいんじゃないですか。じゃあ乾杯。すっきりしてうめえよこれ。冷たいから熱い。うめえ。これいいつまみになるわ。ごちそうさまでした。美味しかったです。さて片付けるかね。さて、もうこの時間。いやー、酒飲むといつもダラダラしちゃうな。寝袋コールマンでね、今日は寝ますか。日の出だ。確かにこれ熱っ。これは蓋ねえの。蓋、これは熱いわ。
ワットか。いいとこだったな。昨日あっちの対岸の県道から行かなきゃいけなくて、あっちの迂回路はやばかった。落石はあるわ、道は狭いわ、すれ違い大変だわね。本来こっち側が通れるんだ。いいね。ここを修繕してたんだね。乗用車がすれ違いないってやばいよね。通りましたが、すげえ量だね。この時間じゃエネオスもやってないだろう。あ、電気ついてる。北は狭い。あ、すげえ。大鹿村行く道に似てるね。攻めチグター大崩れ峠か。だいぶこの辺りも整備が進んで、トンネルができたからね、開通となればここも交通量もっと増えるだろう。左側のやつがついに開通しましたっていうトンネルがや。狭いですよ。この辺だけ雪が残ってると。いや、先が全然見えへん。問題はこっちじゃねえんだよな。長野県側がやばいんだよ。すげえなこれ。YC まだ残ってたか。対向車全然見えませんよ、そのミラーじゃ。なんか崩れてるし、昨日のところか。見えないんですよ。いやー、向こう側やっぱり凍ってるだろうな。狭い狭い。いや、そもそもここそんなに車の交通量ないんじゃない？9時過ぎですけど。絶対滑るよこれ。さあ、長野県飯田市に入りました。イエーイなんですけど、こっからが怖いんだよな。凍結してるし、おお、すげえすげえ高えよこれ。ここ絶
対滑るってこれ。ちょっとお待ちになってくださいよ。ラインから入ってますね。やばすぎでしょ。あれ昨日こんな石折ってなかったぜ。なんかめちゃくちゃでけえ石折ってないあれ。そんなことある？何したらそのでかい石落ちるよ。いや怖っ。対向車来ねえことを祈るけど見えませんね。うわ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 、見えませんよ。いや怖っ。わあ歩車1台だけだったな。そうそう通らねえだろう。ここもガードレールがない。怖いね。怖いよ。ちゃんとした人里に降りてきた。うわすげえ場所だなこれ。明るい時に見るととんでもねえや。およそ200メートル先、左方向です。ああ、昨日通ったのこれな。ほら、お茶だよな、あれ。あの茶色いの。11kmの道なり。おお、すげえとこだな。これが迂回路になってんだもんな、国道152号の。そして向かいの山は地層むき出しだよ。あれが中央構造線ってやつだよな。いや出たぜ。あすごい道だったな。また一つ楽しめた。